これね、お湯に漬け込むと温度が高すぎるとこのイクラの外側の皮がね、少しだけ表面が白濁してくるんですけれど、イクラの味噌漬けということで、秋から冬にかけてこの生の筋子が出回り出しますので、今日はこのね筋子のほぐし方と、あとイクラってね、醤油漬けと塩漬けは見かけることが多いと思うんですけれど、味噌漬けにしてもね美味しいので、今日は、イクラの味噌漬けの作り方を紹介しようかと思います。まずはイクラをほぐしていくんですけれど、そのままほぐす方法もあるんですが、今回は、熱湯を使ってねほぐす方法を紹介しようかと思います。熱湯を使わずにほぐすほぐし方は別の動画でも紹介しているので、よかったらそちらを参考にしてみてください。そうしましたら、ここからね筋子をほぐすために、熱いお湯につけていくんですけれど、まずは、熱湯を用意しまして、そこに塩を1つまみ加えて、塩を溶かします。で続いてね、これ、こっちは普通のお水を用意しまして、熱湯の温度を一度下げます。なんで温度を下げるのかと言いますと、イクラをつけるお湯の温度が高すぎると、このねイクラのこのイクラを覆ってる皮、この皮が柔らかくなりすぎてうまくねこのイクラをほぐすことができないんですよ。温度の目安としては、手を5秒ぐらい入れてると熱いって感じる程度、温度で言うとね、だいたい55度前後を目安に、調整して、このね熱めのお湯を作ってくださいと。塩水の温度を50度前後に調整できましたら、イクラを漬け込みます。これね、お湯に漬け込むとこういった感じでね、イクラの表面だとかこの皮目が、うっすらと白くなるかと思いますんで、そうなったらあとはこんな感じでね、ワシャワシャとイクラを振れば自然とこんな感じでどんどんねイクラがほぐれていきますんで、このイクラのこの皮と、この身をばらしてくださいと。温度が高すぎるとこのイクラの外側の皮がね弱くなりすぎて、ボロボロっとねこの皮まで細かくなってうまくイクラがほぐせませんので、温度調整は、しっかりしてから皮をほぐすようにしてくださいと。ちなみにね、イクラというのは一年中流通している印象があるかと思うんですが、このね生のねイクラが流通するのはだいたいね9月から12月1月あたりまででして、あとはねこの時期に採れたイクラをみんな冷凍してね、その冷凍したものが流通してるんですよ。生のねイクラを食べたいなんて方は秋の季節に、お店に行ったりね、あとスーパーなんかでもこの筋子が売っているので、生のイクラが食べたいなんて場合は、秋にぜひね楽しみに召し上がってみてくださいと。振ってもなかなかイクラが落ちない場合なんかはこう軽くねイクラを揉んだりするとほぐれていきますんで、この辺はねコツをつかめばそんなに難しい作業ではないので、こういった形で作業を進めてください。あんまりねお湯につけている時間が長いとどんどんねイクラがこの水気を吸ってイクラに張りが出てしまうので、なるべくね作業は手早く済ますようにしてくださいと。用意したボウルの大きさ、お湯の量によってイクラ自体は冷たいので、イクラを入れた際にね温度が下がったりするので、温度調節がうまくいかないと、ほぐれづらかったり皮がボロボロになりすぎたりするので、その辺はね、うまいこと調整してくださいと。皮だけ外すことができましたら、ここで一度イクラをざるにあげますと。ざるにあげましたら、今度ね目で見て分かる範囲で、こんな感じでちょっとね
皮が残っていたりするので、こういった皮をさっと取り除いてくださいと。イクラの皮を取り除きましたら、今度は、氷水を用意しまして、このね氷水でわしゃわしゃっとイクラをねふるいますと、ちょっと分かりづらいかもしれないんですが、ほぐす際にねイクラがどうしてもこうプチプチっといくつか潰れてしまうので、この潰れたイクラの皮がこのねざるの目を通って下に抜けていくんですよ。こうすることでこのね潰れてしまったイクラだとか残った皮だとかを取り除くことができるんで、そうすると仕上がりの食感が良くなりますよと。そうこんな感じのね潰れてしまったイクラの皮が結構混ざっているので、綺麗にねふるい落とすっていうイメージですかね。いよいよイクラを味噌漬けにしていきます。お湯につけたり水につけたりしますとイクラがこうね少しだけ表面が白濁してくるんですけれど、これはねこのまま冷蔵庫に入れて時間が経つと綺麗な色に戻りますので、水をねこう切りながら冷蔵庫で保存してくださいと。続いて今度はねこのイクラをつける味噌床を用意します。ちょっと甘めが好みなら西京味噌でもいいですし、しょっぱい方がお好きなら赤味噌でもいいですし、どんな味噌を使っても結構美味しくできるかと思いますんで、この辺はね好みで味を調整してみてくださいと。今回はね、こっちの黒い方は赤味噌で黄色みがかった方はね、西京味噌ですんで、赤味噌と西京味噌ちょっとね赤味噌の方を多めに合わせた味噌床でイクラをつけようかなと思います。味噌だけでも良いとは思うんですが、どうしてもね味噌だけだとこのちょっとね硬すぎて浸かりが遅くなるのと、僕の場合はちょっとだけこのイクラにねお酒の風味を加えたいというのがありますんで、この味噌に、日本酒を加えて、ちょっと緩めの味噌床でイクラをつけていこうかなと思います。当然ながら硬い味噌床につけるよりもちょっとね水気を含ませた味噌床につける方が味の入りも早いというメリットがありますんで、僕はねこういった形でイクラの味噌漬けを仕込んでおります。ここからね、イクラを味噌につけていくんですけれど、まずはねちょっと広めのバットを用意してそこに味噌を伸ばしていきますと。バットが広ければこのねイクラ同士の重なりが少なくなりますし、バットが小さいと結構ねイクラ同士が重なって味噌に接してる部分が少なくなりますので、味噌に使ってない部分がね多ければ途中でねイクラを上下返したりしなくてはならないので、なるべくね広いバットを用意した方が浸かるのも早いですし、作業自体は少なくて済みますかね。味噌を広げましたら続いて、味噌の上に、ペーパーをかませまして、そこに、先ほどのイクラを広げていくと。バットが狭いとどうしてもこうイクラ自体に厚みが出てしまうので、こうなると表面は味が入っているのに中の方のイクラにはね味が入っていないなんて状況になりますので、なるべくねイクラを広げられるような広さのあるバットを用意して作業してくださいと。イクラを伸ばしましたら、上からペーパーをかぶせまして、この上から、味噌で覆うと。味噌の塩分の濃度だとか、あとどれぐらいね酒で伸ばしたかにもよるとは思うんですけれど、イクラに味が入るのって意外と早くて、もう1時間とかね、1時間半とかで意外としっかり塩分が入りますんで、こまめにね味を見て、味噌につけすぎないようにしてくださいと。結構ね赤味噌なんかを使うと味がしょっぱくなりやすいので、思ったよりも短めのスパンでね味見をした方が失敗はしにくいかなと思いますので、しっかりとこのバットの端の方まで
味噌を回しましたらもう冷蔵庫で保存すると。はい、で、1時間ほど経ちましたと。ペーパーをめくってみて、で軽くねイクラをかき混ぜまして、味を見てしっかりね味が入っているようでしたら、イクラの味噌漬けの完成ですと。漬け始めは表面のねイクラには濃く味が入って、内側にはね味がなかなか入りづらいという状況ではあるんですけれど、味噌から揚げてかき混ぜてね冷蔵庫でまた2時間3時間と寝かせることで全体にね味噌の味が行き渡りますので、だからちょっとね味にムラがあるぐらいなら問題はないのかなといった印象ですね。そうで、もしねイクラ同士が結構重なってて味にね大きくムラがある場合は一旦味噌から外して全体をさっくりかき混ぜて、もう一度ねこの味噌床につけることで、全体にね味が均一に入りますんで、その辺はお好みで調整してくださいと。味噌から揚げて 2,3 日は冷蔵庫で保存が効きますし、あとね食べきれない分は小分けにして冷凍にしておくと便利ですんで、その辺は調整しながら使ってくださいと。食べる際はもちろんね、ご飯にのせても美味しいですし、お寿司みたいに軍艦にしてもね美味しいですし、味噌でしっかりね味を入れればいくら単体でねおつまみにしても美味しいので、これね柚子なんかをこんな感じで振って食べると美味しくお酒が飲めるのかななんて思ったりしますかね。はい、ということで、本日はいくらの味噌漬けの作り方紹介しましたが、筋子自体はねスーパーでも見かけると思いますし、季節の食材ですんで自宅でも作ってみてくださいませと。はい、以上です。